つもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は富士市にある2軒のラーメン屋さんを紹介。1軒目は視聴者様おすすめのお店で、2軒目はたまに食べたくなるお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初のお店の場所ですが、沼津方面から根形街道で向かう場合はファミリーマートと富士信用金庫の間の通りを左折し、あとはひたすら直進して突き当たりの左側に今回の目的のお店があるのですが、根形街道は道が狭いので、沼津線をご存知であればそちらで向かえば UCC 工場の先の右側にお店があるので分かりやすいと思います。またお店の前にはこの看板があるので目印になり、沼津線で向かった場合はこの道路がそうなのですが、信号の手前角にお店があるのですぐにわかると思われるこちらのお店は、富士市増川新町にあります中華料理四川さんです。営業時間は11時30分から14時と17時30分から20時がラストオーダー。定休日は木曜日となっております。駐車場はお店の正面に5台分と、お店の東側の空き地も駐車可能のようですが、こちらの駐車場は砂利なので、バイクで行く場合はお店の前の駐車場はコンクリートなので、そちらに停めた方が安心だと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内は明るく町中華的な雰囲気で、客席はカウンターが5席に4名用テーブルが4つの最大21名入店可能。それではメニューを見てみましょう。一品料理はエビのチリソースや酢豚、レバニラ炒めに麻婆豆腐など中華料理ならではのメニューが多く、麺類は醤油、塩、味噌と9種類のラーメンに3種類の焼きそばがあります。続いては定食です。定食にはサラダ、スープ、デザートに漬物がつき、定食メニューも11種類と多く、またご飯ものその他もチャーハンに中華丼や天津飯、餃子や唐揚げなど豊富にあります。続いてはドリンクメニューです。アルコール類は一通り揃っており、ボトルキープやソフトドリンクもあり、デザートはごま団子に杏仁豆腐があります。また店内の壁にも一品料理に今月の定食がありました。卓上サービスはこんな感じ。醤油は減塩、お酢は優しいお酢です。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。チャーシュー麺税込み990円です。見た目は至ってシンプルな昔ながらのチャーシュー麺といったビジュアルですが、逆にこれがいいですよね。具材はメインのチャーシューにチンゲン菜、メンマに細かく刻んだネギとなっており、麺は歯切れとすすり心地の良い細ストレート麺。その麺にしっかりとスープが絡んでとても美味しいです。そしてメインのチャーシューは5枚あり、チャーシュー自体は脂身が少なく噛み応えのある肉々しいタイプ。チャーシュー自体は薄めにカットされているのもあって、硬すぎず食べやすくてとても美味しいです。続いてはスープです。スープも見た目はシンプルですが、旨味を含んだ塩味のバランスが良いとても美味しいスープとなっており、こちらをお勧めされたのも納得の美味しさです。その他のラーメンもぜひ食べてみたくなりました。続いてはご飯物からチャーハン税込み825円です。来た時のパッと見の印象ですが、若干量が少なく感じました。そしてチャーハンにはスープがつきます。ちなみにご飯系のチャーハン以外の星印の3種類にはサラダ、漬物、スープ、杏仁豆腐がつくようです。そしてチャーハン自体はパラパラ系のタイプで、味は結構優しめになってます。私のようにラーメンと一緒に食べる場合は問題ないと思いますが、チャーハン単品だと大盛りにしないと若干物足りなさを感じる人もいるかと思います。そしてスープは先ほどのラーメン同様、味に深みのある安定の美味しさのスープでした。続いては餃子6個税込み550円です。餃子自体のサイズは一つ一つが若干大きめのタイプで食べ応えがありそうです。そして餃子を一つ持ち上げてみると、あんがパンパンに詰まっているのが分かります。焼き具合も美しくとても美味しそうです。気になるお味の方は先ほどのチャーハン同様、優しい味付けとなっていたので、酢醤油でいただきたいと思います。酢醤油も減塩醤油と優しいお酢なので、べったりと冷やして食べたらとても美味しかったです。あと最後に温かいお茶が出てきました。こういうサービス嬉しいですよね。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。今回は富士市増川新町にあります中華料理四川さんにお邪魔させていただきました。ラーメンはシンプルながら深みのある味で本当に美味しかったです。次回は他のラーメンも食べてみたいと思うのですが、定食もボリュームもあって美味しいとのこと。メニュー豊富でいろいろ食べたいものがあって悩んじゃいますね。ちなみにこの日は週末で昼頃の来店だったため、お客さんも多く、帰る頃には入店待ちのお客さんもいるぐらいだったので、もし週末に行くのであれば早めの時間に行くことをお勧めします。それでは次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いてのお店は年に何回か急に食べたくなる中毒性の高いラーメンの紹介。
ここのお店もいろんな種類のラーメンを提供してて、一瞬違うのにしようか悩むのですが、結局いつものを注文しちゃうんですよね。そしてこの映像で場所が分かったという方も多いと思いますが、一応説明。国道1号線で沼津方面から向かう場合は、中里西の信号を右折し、メガドンキの駐車場に入り、駐車場の南側、国道1号線の方に行くと、建物側面にこの大きな店名がある付近に駐車すればすぐに入店できるこちらのお店は、富士市中里にありますラーメン泰山さんです。営業時間は11時から15時と17時から21時で、定休日は不定休となっております。ちなみに駐車場はメガドンキと共用となっているので、よほどのことがない限り駐車スペースに問題はないと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内は昔駄菓子屋で見たような懐かしいものがたくさんあり、店内の雰囲気はとても良いです。そして客席はカウンター13席と4名用テーブルが7つの最大41名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。特製のラーメンは塩、醤油、味噌味とあり、他にはこちらの店名の入った泰山ラーメンや豚骨味にタイ麺、油そばに新メニューなど種類豊富。その他にはご飯系や餃子、トッピングにドリンクに持ち帰りメニューなどがあります。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。そして卓上サービスはこんな感じになっております。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。タイ麺の豚1490円です。このインパクト絶大の山盛りのラーメンには自分で注文しといてなんですが、毎度驚かされます。しかも大盛りにしてるわけでもないのにこの量ですからね。そして特に癖になるのがこの麺と、すくい上げるはずがお肉の下には大量のもやしがあり、恥ずかしがり屋の麺がなかなか出てきません。というわけで再度箸を奥まで突っ込み、麺を引きずり出します。このうどんのような食感の強い極太の麺がたまに食べたくなってここに来たくなるんですよね。続いてはお肉です。角切りにされたお肉は一つ一つのサイズが大きく食べ応えがあります。そんなお肉が大量にあり、肉好きにはたまりませんね。そしてそのお肉の食感ですが、しっかりと煮込まれて柔らかく美味しいです。続いてはスープです。これだけの具材があるためか結構濃いめの醤油味となっているので、今のうちに上の具材と麺を天地返しして野菜にスープの味を染み込ませます。ひっくり返してすぐのもやしはこんな感じなので、野菜に味が染み込むまで麺をいただきます。このわしわしと食べる麺が癖になるんですよね。そして麺が食べ終わる頃には野菜も味が染みて食べやすくなります。全くベジファになってないですが、こればかりは仕方がないですよね。そして最後に隠しておいたお肉を食べて完食。大満足な一品となりました。続いては味付け豚飯420円です。サイズとしては普通のお茶碗サイズなので量は意外と少なめ。印象としては豚肉の炊き込みご飯的な感じなのですが、一口食べたら玄米と思うような香りがしました。若干イメージと違ったのですが、これはたまたまだったんですかね。続いては焼き餃子400円です。券売機の餃子の写真は6個入りのように見えましたが、気のせいですかね。そして焼き餃子のサイズ感は普通といった感じで、皮はもちもち、焼き目はパリッとして良い食感です。あんは柔らかめのタイプで、そのまま食べても美味しいし、酢醤油との相性も抜群でした。今回は富士市中里にありますラーメン泰山さんにお邪魔させていただきました。対面のボリュームは相変わらずで、昼に食べたら夕食はいらないぐらいお腹いっぱいになるので、ある意味コスパが良いのかもしれませんね。もしあなたもこの癖になるコシの強い麺を食べてみたいと思ったのであれば、こちらの対面を注文されてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。